こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。今回は会の活動内容や会の魅力、会のこれからの展望を会員の成果祭壇のスライドショーを見ながら説明していきたいと思います。よろしくお願いします。この会は成果祭壇を施工している花屋さんや成果部で構成されています。会員は現段階で50名ほど、北海道から福岡までの会員がいます。会社で会員になっているところや個人で入っている人もいます。会費は無料でやっています。それでは会がどういった活動をしているかを説明していきます。大きく分けて5つあります。大型層の成果祭壇の施工、成果仕入れのバックアップ、大型層の会場設営、講習会の開催、講師の派遣、研修制度、最後に新しいビジネスモデルの構築があります。これらの5つの項目を詳しく説明していきたいと思います。大型層の成果祭壇の施工についての説明です。花屋の業界でも技術者は都市部に集まる傾向があります。郊外では大型層を経験したことがない花屋さんや大型層に自信がない花屋さんもいます。また大型層の時は成果、スタンドなどが多く出ることが予想されます。そういったことの問題の解消のために会で施工を請け負ったり、技術者やお手伝いを派遣したりしています。花屋さんにしても葬儀屋さんにしても地域密着型のビジネスなので、なかなか近隣のライバル会社にお願いすることは難しいと思います。そういった問題の解消のためのプランになっています。次に成果仕入れのバックアップ。こちらも地域の市場が充実しているところは良いのですけども、郊外に出ると仕入れが厳しい環境のところもあります。大型層に限らず開いた器具がない時もあります。そういった問題の時に会のネットワークを使って仕入れることができます。また仕入れには地域の格差があります。地域の市場では手に入らないものや近くの市場より低価格で入手できることもあります。そういったところを解消できるのがこのプランになっています。次に大型層における会場設営。斎場やホール層が多くなってきていると思いますが、大型層の時は第三セクターや体育館などの広いところでの施工が考えられます。そういった時に祭壇の段の施工や各種道具のレンタルをしています。大型層の時に道具を仕入れるよりも低価格で提供できるプランだと思います。次に技術講習会、講師派遣、研修制度について説明します。会としては良いものは広く広め、業界の発展につながればと考えています。今の時代は SNS などで成果祭壇のデザインや勉強をすることができます。特に人に見てもらう商品を提供している仕事なので、ずっと隠しておける仕事でもありません。それならば技術を共有して業界自体の発展につながっていけばと考えています。技術とは言ってもいろいろな技術があると思います。大型層を施工する技術や家族層をデザインする技術など、そういった技術をピンポイントで習得するために講師の派遣もやっています。また自社の花屋さんだけで勉強するのにも限界があると思います。研修制度を使って他社の良いところを吸収する制度もあります。次に新しいビジネスモデルの構築。この成果祭壇の業界は葬儀屋さんあってのビジネスになっています。このビジネスモデルはもう30年から40年ぐらい続いていると思います。どの業界でも同じですけども、同じことをやり続けると必ず価格競争が生まれます。
僕が初めて成果裁断の業界に入った頃、20年前に比べると葬儀の単価も成果裁断の単価も減少傾向にあります。みんなの意見やアイデアを参考にして新しいビジネスモデルの構築を考えています。ライバルの多いレッドオーシャンで戦わず、新しいビジネスモデルを構築してブルーオーシャンを作り出すことが大事だと思います。これからは会の良いところや実例を紹介しながら話していきたいと思います。僕にとってこの会の魅力は、普段会うことのできない人に出会えることです。僕の持論ですけども、人に会って人は成長すると思います。いつも同じ人と会っていつも同じ仕事をしていても成長には限界があると思います。上手な人の考え方や仕事への取り組み方、経営者の信念などの考え方が勉強できるところだと思います。この写真もそうなんですけども、場所は青森県五所川原市で4社合同で作っている祭壇です。違う地域に行って初めて会う人と一緒に施工することも技術的にも人間的にも成長できると思います。あとは会社ではできないことが会ではできることです。例えば2018年と2019年のフューネラルビジネスフェアに出展しました。2018年に初めて出したんですけども、僕はフューネラルビジネスフェアに行ったこともなければ横浜に行ったことすらなかったです。とても緊張したんですけども、一緒にやってくれる仲間がいたんでなんとか成功できたと思います。こういったことも一社では難しいことなんですけども、協力する仲間がいればできることもあります。これからの会の展望について話していきたいと思います。僕が会のメンバーを通していろいろなところでいろいろな人と出会ってきて思ったのは、成果裁断をある程度させるようになったらそれ以上の仕事がないところです。なので30代がピークで40代以上になるとモチベーションが下がっている作り手が多いのをよく見ます。良い技術を持った人はもっと広い世界で活躍してほしいと思っています。そのためのステージを会で作っていければ良いと考えています。またいいアイデアを持っていても自社ではできないことが多いと思います。そういった新しいアイデアを会ではどんどん活かしていきたいと考えています。この会は会社とは違うので上下の関係もありません。会の会長である僕自身が花屋の社長ではありません。いいアイデアを持っている人や向上心のある人を会は応援していきたいと思います。僕自身5年前はこういった会を自分が作るとは思ってもいませんでした。一歩踏み出せば新しい道が見えてくることをみんなにも知ってほしいです。何かやりたいけど何をやっていいかわからない、やりたいことがあるけどどうやっていいかわからないという人もお気軽にご連絡ください。最後に、この会は強制をすることがありません。仕事とは違うのでお願いはすることはあっても強制をすることは一切ありません。本気でやりたいと思ったことでしか力は発揮できないと思っています。ご意見やご質問がある方はお気軽にコメント欄まで入れてください。最後までご視聴ありがとうございました。